皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はやっとビニールハウスのこのビニールを外していこうと思います。その前にこれなんだかわかりますか？実はこれ毒ダミなんですが、玉ねぎをビニールハウスの中にかけているとコバエが飛んでくるため、そのコバエよけとして毒ダミを置いていました。ビニールハウスのビニールを外す前に、まずはビニールハウスの周りの多肉とビニールハウス内の多肉をすべて移動します。このままのんびりしてしまうと動画が長くなってしまうため、ここからは8倍速で作業台の上の多肉もすべて移動させました。引き続きビニールハウス内の多肉を外に出していきます。今回は玄関横に大きな多肉棚があるため、トレイに入っていない多肉たちを棚にさっと置くことができたので、移動がとても楽でした。すべての多肉を外に出し、多肉棚は空っぽになりました。そして半年分の枯れ葉やゴミが溜まっています。作業台の上にも枯れ葉がたくさん落ちていました。この枯れ葉を掃除したら、いよいよビニールハウスのビニールを外していきます。このビニールハウスのビニール、支柱にかけるときには10分ほどかかりますが、外すときはあっという間です。枯れ葉はきれいに掃き掃除したんですが、まだ土ぼこりが残っているため、ハウスのビニールを洗うついでにここもきれいに洗い流しておきます。もちろんこの網戸も一緒にきれいにしておきました。次はビニールハウスにかかっていたこのビニールを水洗いしていくんですが、ちょうど作業台が空いていたので、この作業台を使うことにしました。半年分の汚れをホースの水圧を使い、きれいに洗い流していきます。汚れを洗い流した後は乾くまでこのまま放置しておきます。そしてこの日は天気が良かったんですが、気持ちのいい風が吹いていたので、地面に平置きしていた多肉たちにたっぷりと水やりをすることにしました。ベランダの多肉たちと違い、まめに水やりはしていましたが、やはりビニールハウス内は暑かったようで、
どの多肉のポットも土は乾ききっていました。ビニールハウスのビニールが乾くまでお昼ご飯を食べたり、桑の実を取りに行っていました。この場所は蚊がたくさんいたので、蚊取り線香を取りに行ってきました。実はこの蚊取り線香を取りに行く前に、すでに膝上からお尻にかけてたくさん蚊に刺されていました。赤黒く熟した桑の実はまるで宝石のようにきれいに輝いています。そして蚊取り線香だけでは蚊は防げず、結局フル装備で桑の実取りをしていました。まだまだたくさんの桑の実がなっていますが、30分ほどでかごいっぱいに桑の実を収穫することができました。庭に戻るとビニールシートもすっかり乾いていて、この乾いたビニールシートを今度はきれいに畳んでいきます。少し手間取ってしまいましたが、なんとかコンパクトに折りたたむことができました。そしてこの多肉たちを多肉棚に戻す前に、少し様子を見ていきたいと思います。そういえばベランダのマディバにコブが出ていましたが、庭のマディバはどうなのか確認してみると、この2つにはコブは出ていませんでした。なかなか増えてくれないこの白拍子は植え替えした方がいいのかな。葉を青々と輝かせていたのはブルーリボンです。元気な多肉ちゃんもいれば、少し調子の悪い多肉ちゃんもちらほら出てきていました。ベランダ多肉ちゃんの花摘みをしましたが、庭の多肉ちゃんたちの花摘みも後でしておかなくちゃですね。そしてここにもう一つマディバがいました。なんとこのマディバにはコブが出ていました。しかもとてもきれいなコブでした。手に持っていた多肉の花と紅イチゴの花が邪魔をしていたので、もう一度アップで、ついでに枯れ葉も取っておきました。このマディバの今後の成長がとても楽しみです。のんびりしすぎていたせいか、日が傾き始めて、多肉棚もすっかり日陰になっていました。急いで多肉のトレイを多肉棚に戻していきます。
いつも多肉をいただいてばかりなので、お散歩中に通りがかったお母さんに、今回は私がグリーンネックレスをお裾分けしました。多肉棚にトレイを戻していると、様子のおかしな多肉がありました。このアイスハートプリンセスは多肉棚の一番上のトレイに置いてあったものです。どうやらハウスの中で高温障害になっていたようです。葉が樹れて黄色くなってしまっていました。とりあえず茎は大丈夫そうなので、樹れている葉をすべて取り除き、このまま様子を見ることにします。置き場所も多肉棚の一番上から2番目の棚へと移動させました。皆さんの多肉ちゃんは高温障害になっていませんか？はい、とりあえずすべての多肉のトレイを多肉棚に戻して、ビニールハウスの周りにあった多肉も無事移動が完了しました。通路もきれいになり、すっきりしました。はい、ということで今日の動画は、庭のビニールハウスのビニールを取り、洗って乾かしている間に桑の実を取りに行ったりと、ちょっとバタバタしてしまいましたが、なんとか無事に作業を終えることができました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。